続きまして、はい、バブリスネームレナさんからいただきました、ありがとうございます。ユニット甲子園はどこを切り取っても最高の瞬間でしかないのですが、個人的にはセイントアクアスノーを拝めたことがすごく嬉しかったです。なんてったって約5年半ぶりの披露、細かく言えば1939日ぶりらしいです披露された時は嬉しさのあまり号泣しました。リアルタイムで初めてセイントアクアスノーを見れたのが本当に幸せです。嬉しい、ありがとう。では続いてバブリスネームイカサファイヤーさんからいただきました。ありがとうございます、シークレット枠のセイントアクアスノーは2日間の中でも最も盛り上がったと言っても過言ではないと思います、トイラーナが函館と言った瞬間に喜びのあまり叫びすぎたせいで数日声がおかしくてみんなやっぱ飛んじゃうよね。そう、わかるわかる続いてバブリスネームチバニアンさんからいただきました。ありがとうございます。ラブライブシリーズにハマったのがここ 2,3 年くらいの僕にとって今回のユニット甲子園が初めてのアクアのユニットライブでした。ずっと会いたかったユニットたちに感動していましたが、やはり何といっても一番の感動はセイントアクアスノーでした、圧倒的パフォーマンスは最高潮の盛り上がりで、あまりに感動した僕は一緒に参加していた友達の背中で涙を拭いました待って、どういう状況ありがとうございます、では続いてバブリスネームペイさんからいただきました、ありがとうございます。アウェイクンザパワーをセイントアクアスノーで披露するのはアクアフォースライブ以来の約5年半ぶり、7回裏のシークレット枠だったということもあり、まさかあのパフォーマンスが再び見られるとは思っておらず、驚きと喜びの気持ちが溢れていました。またいつかセイントアクアスノーのパフォーマンスが見られることを願っていますといただきました。ありがとうございます。7回裏ね、シークレット枠でセイントアクアスノー、でもリアルにそうだよね、アクアにここ数年で触れたって方は見たことないからね。だって 2,3 年ぐらいにハマったってなるとね、5年半ぶりだとね、それは触れてないよね。だからまあもしかしたらそのライブの映像で見てるだけとかはあるかもしれないけど、ちゃんとリアルで触れるのが多分初めてだから、1939日ぶりすごいね。でもやっぱりこうね、セイントスノーさんとお二人とパフォーマンスできたのも本当に嬉しかったし、なんかいろいろこう込み上げるものはもちろんあったけど、なんかでもあの曲の歌詞の通り成長した姿を皆さんにまたユニット甲子園でこう見せつけるじゃないけどさ、やっぱりこうアクアってラブライブサンシャインってこうだよってものをなんか見せつけられたのはすごく一歩大きかったかなって思ったね。だしさ、2人はさ、私たちよりもさ先に出てるわけじゃん。リアとルビーが、もうどういう気持ちだったの？もうさ、すごかったじゃん、歓声が、うわーみたいな。もうなんかその当時はそれこそサードライブの時とかすごい思い出しちゃったんだけど、もう泣きそうだったの当時って。もうなんで私もルビーだけど、なんで私こうできるのかな、みんなにこう受け入れてもらえるのかなみたいな不安もあったりとかね。それがね逆にねもう真反対の感情、やってやるぞだったの、どちらかというと。だから自分こんなにも変わったんだって思っちゃったんだけど、いやね、人って変わるんだなと思うんだけどさ、本当に曲通りだね、そう思うとね。まあでもリアちゃんがいてくれたのが大きかったかな、背中合わせでね。それはね、やっぱ2人の関係性があるからね、こう顔を合わせてのこう2人で回転して、でもやっぱりアニメのまんまというかカメラの画角すごいよね、あれめちゃくちゃパワーアップしてて、そういやでも確かにすごかったね、完成がやっぱ私たちはさ裏にさいたからさ、すごいみたいな、なんかめちゃめちゃ楽しくやったし、あさみさんもなんか変な声出しちゃったみたいないや相変わらずそう、おもろと思いながら、そうね、いやでもすごかったな。思い出深い楽曲をまた披露できて本当に良かったなと。だしトイレアナウンサーも裏の星学院から函館清泉女子高等学院までの間にはこだわったらしい。この陰と箱のね、そういうことか。いやでも嬉しいね、こういうのも。ね本当愛があるからこそだと思うわ。
やってのけたぜというね感じで、ありがとうございます。ということで、皆さん本当にたくさんの感想メールありがとうございました。ありがとうございます。それではここ